どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで、今回は iPhone 15ですね、ファイナルリークというところで、iPhone 15のね、カラーとこのデザインがね、もう出ちゃいました。はい。今出てるね、最後かな。これ多分新しい情報を全部ね、まとめてお話ししようかなと思います。価格に関しても、朗報化みたいな情報もあったので、どうなのかみたいなところもね、見ていきたいと思います。今までね、いっぱい動画上げてきてますので、そちらもぜひね、見てもらうとさらにね、理解しやすいと思いますので、はい。他に発表される製品とかもね、動画で話してますので、こちらもぜひね、ご覧いただければと思います。でまずね、iPhone 15からね、行こうかと思うんですけども、カラーですね。新しいカラーが登場かというところで、最近までこのなんで、こんな感じのラインナップですね。ブラック、グリーン、ブルー、でイエローピンクみたいなね、5色展開、なんでグリーンの噂が結構前々から、グリーンとピンクなんじゃないかっていうね、新しいカラー出てたんですけども、ただ今回いろいろモックアップっていうね、試作機がね噛みそうになったんですけど、試作機が出てきまして、これ結構出回ってまして、これ Apple トラックってですね、Apple の情報を持ってくる、リーグ情報をね出してるとこがあるんですが、グリーンがなくてブラック、ホワイト、イエロー、ブルー、ピンク、この5色展開になってます。確かにさっきの画像だとホワイトがねなかったんで、グリーンよりはホワイトの方がやっぱ人気なのかなっていう感じはしますけど、ね、カメラ部分とかはやっぱ見た感じ同じかなと思います。どうですかね、このカラー。ブラックとかホワイトはそのままなんですけど、どっちかというと、色味がねかなり薄いっていうか淡い感じの色味になってて可愛いですね。ピンクとかね、イエローも14であったんですけども、かなり淡い感じの、ね、色で、これはこれでいいかなっていうね感じはしますね。カメラ部分とかは基本的にはやっぱり同じなのかなと思います。割とやっぱ淡いイメージになりそう。基本的なデザイン自体は変わんないと。ジョン・レッティンガーっていうこれ、YouTuber の方なんですけども、実機のね結構この実機のね動画とかもあって、ホワイト、左がこれブルーか可愛いんですけど、イエローとかピンクとかで、ホワイトと、結構ブルーね比べてみると、よく見ると微妙に違うみたいなね、こんな感じの動画だったりとかがね出回ってますねはい、そんな感じではあるんですが、ということで皆さんね気になる iPhone 15のカラーどれでしょうかね。はい、ぜひコメントで教えていただければと思います。僕はやっぱりグリーンがね出てほしかったなと思ったんですけど、結構この淡いブルーとかもいいなと思いました。ちなみに前の情報までだとオレンジとかねあったんですけども、どこ行ったんだっていうねオレンジどこ行ったんだっていう、これはおそらくフェイクだったのかなっていう感じはしますね。一応この USB-C ケーブルがねそれぞれカラーに合わせて続品としてね入るんじゃないかっていう噂があったんですけども、どうやら違かったみたいです。またここも発表会でね答え合わせしたいと思うんですけど、機能面で大きく変わる点は3つかなっていうところですね。 iPhone 15何が変わるんだっていうところなんですけど、まず1個目としてはこのダイナミックアイランド搭載ですね。今 iPhone 14 Pro にある画面の上のノッチが動くんですけど、音楽再生した時に動いたりとか、はい、これが、安いiPhone にも入ると。で2つ目が、カメラですね。4800万画素のカメラが、入りまして、基本的にやっぱり iPhone 14 Pro と同じカメラが入るっていう感じですね。望遠レンズはないんですけど、画素数が高くなって、センサーサイズも大きくなるんじゃないかなと思います。綺麗になって暗いところで、明るく撮れたりとかで、あと3つ目は、今回やっぱ目玉なのかな、ある意味、USB-C 端子ですね。はい、これ搭載されればね結構割と iPhone 15のモデルは結構いいんじゃないかなと思いますね。価格もおそらく据え置きだと思いますんで、ただ USB-C ケーブルに関しては充電スピードはねおそらく同じなんですけど、プロモデルと。ただ、このデータの転送スピードみたいなところは USB2.0 っていうねちょっと遅めのスピードにはなりそう。そこはおそらく差別化するんじゃないかなと思いますね。はい、と言われてるということで、どうでしょうか iPhone 15皆さんね気になりますか？はい、どういったところが気になるかぜひねコメントで教えていただければと思います。本題のですね iPhone 15 Pro ですね、カラーとかデザインに関してなんですけども、ここに関してはね、レッドとか、ブルーとかね、結構いろいろ言われてたんですけども、個人的にはレッドがね出てほしいなって思ってましたが、なさそうだというところで、デザイン的にはですね結構丸みを帯びたような、チタンが使われるっていうね言われてまして、本体重量が軽くなったりとか、耐久性ですね、傷とかがね結構目立ちづらくなったりするんじゃないかって言われておりますっていうね、いろいろ言われてたんですけども、最近出てきたやつだと15 Pro、Pro Max に関しては、まずゴールドカラーっていうのがねなくなるというところで、新しいその代わりにグレーっていうねオプションが、チタニウムグレーっていうのかね分かんないですけど、チタングレーなのかが置き換わるんじゃないかっていうねことが言われております。これは
どうなんでしょうかね急に出てきたんですけども、リークみたいなところだと、ケースメーカーからねこのケースついてる画像が出てきたんで、結構やっぱりケースメーカーってねかなりもう躍起になって iPhone の情報を集めて、やっぱ早くね売れば売るほど売れるんでねはい、iPhone と同時に出た同時に、そこから出たんじゃないかなと思うんですけども、ゴールドがおそらくなくなるんじゃないかっていうねところが言われております。なんでグレーオプションが入るので、ラインナップとしては今こういう感じで言われておりまして、なんでスペースブラックか、黒色とシルバー、あとこのチタングレー、チタニウムグレー、あとダークブルーが出るんじゃないかっていうね、なんかよくわかんないですけどね、これはコメントでいただきましたけど、なんかお葬式カラーみたいなって言われてまして、確かになんか全体的に暗いんだよね。なんかこれ大丈夫なのかなっていうね。特に女性の方とかね、これどう選択肢的にちょっとシルバーか、グレーぐらいしかな、黒っぽいの好きな方もいると思うんですけど、ゴールドあった方がいいんじゃないかみたいな気はするんですけども、でこっちもね結構ダミーユニット試作機が出てまして、シルバーとこれ多分左がブルーなのかな。ただこの画像だとなんかブルーっぽいのが2つあるんですけど、チタングレー、グレーも結構いい色にはなりますね。これでもブラックがねえな。ブルーがね結構いい感じもするんですけど、実際こんな感じになるんじゃないかっていう画像がありまして、Apple Hub からグレーと、ブルーかな、ダークブルーのカラーなんですけど、いやグレーとかね特になんかいい感じなんだよね。でも確かにどうなんだろうな、グレーの方が好きな層は多いのかなっていうか、難しいんですけどね、ここら辺。ゴールドはやっぱりなんか男性はなかなか持ちづらいっていうイメージがありますけど、はい、ただこのダークブルーもね結構いいんですよねただブラックとちょっと差別化するのが難しいなと思うんですけども、結構このディープパープルとかもね今14 Pro のやつも結構いい色なんで、イメージ的には結構 iPhone12 Pro にあったパシフィックブルーとかに近い色になるんじゃないかって言われておりますね。はい、13 Pro はシエラブルーは結構明るい色だったんですけど、今回やっぱ全体的にこう暗めな感じになりそうですね。はい、ということで皆さんこのラインナップだとどうですか？どの色を選びますか？僕は多分チタングレーかなっていうところですかね。ダークブルーはなんかだったらなんかスペースブラックでいいかなっていうはい、シルバーもねいや綺麗でいいんですけどね、はい、ぜひねコメントで教えていただければと思います。ちょっとサクッとね前回紹介したこのウォレットスタンドもね紹介したいと思います。めちゃくちゃ安くてで結構売れてたんですよね。今回ねこの ESR さんのウォレットスタンドいただいたんですけども、クーポンがありましてなんか2000円オフぐらいになるんですよね。Amazon で買うと5000円ちょっとするんですけど、公式サイトだと3000円ぐらいで買えてしまいます。はい、で Apple のこの Find My っていう探す機能が入ってるので、なくしてもねこれ大丈夫です。はい、大丈夫じゃないんだけど探せるっていうね。で磁力もね十分これ強いです。結構強い。でカードが入りまして、3枚まで入ります。でこれ下にねカードが結構取り出しやすいので、これが結構いいポイントですね。下からピュッてね出せます。これでもちろんスタンドとしてもね縦置き横置き、しかも角度調整もね15度から170度までできますんで、はい、あとグリップがこれ後ろついててスマホリングみたいな使い方もできます。で難点はやっぱちょっとごついっていう重厚感はやっぱその分あるんですけども、それぐらいかな。ただあと3ヶ月に1回ね充電が必要ではあるんですけど、それぐらいかなと思います。というか値段がちょっとおかしいんで、ぜひね気になる方は ESR さんの公式サイトをチェックしてもらえばと思います。そうですね、今回いろいろ出てきたんですけど、公式の壁紙ですねらしきものがリークしてます。はい、出てきてるんですけど、中国版のツイッターであるねウェイボーですね、結構いろいろ出てくるんですけど、これが本当なのかどうかわかんないですけど、これ壁紙なんじゃないかっていうとか、コンセプト画像であると思うんですけど、戸箱のデザインとかが出てきてます。どうなんだろうね、これ本当にこうなるのかわかんないですけど、はい、でもグレーだったらこんな感じになるかな。はい、でもカラーごとにね変わると思うんであれですけど、先週アップルが公開したその発表会のイベントのロゴというか、これワンダーラストってね、英語なのかな一応、日本語だったら夢中の旅っていう風なね表現だったんですけども、はい、大体いつもねここに製品のヒントが隠されているんですよね。アップルのこのマークですね、カラーが結構ブルーとかシルバーとか、グレーっぽい色を表してるんで、それがさっき見てもらった iPhone の新色を表してるんじゃないかだったりとか、このグレーっぽいとか、この砂っぽい感じとかも結構そのチタンの質感みたいなを表してるんじゃないかっていう話とか、そうなんですよ。これいろいろねもう読み取れるんですけども、ワンダーラストっていう一応なんかドイツ語のワンダールストみたいなから来てるらしくて、放浪とか旅行とか探検とか意味なんですね。冒険するとかなので、個人的にはねアップローチウルトラの世界観にかなり近かったので、もう iPhone15 ウルトラなんじゃないかって思っちゃったんですけど、これでも深読みな気がするんですけど、はい、そのプロモーションの雰囲気がすごいね冒険というか
同じなんですよ。ページ見てもらうと分かるんですけど、カメラ性能を表してるとかね、望遠レンズねとか旅行したくなるようなということで、皆さんねどんな製品のヒントこれ隠されていると思いますか？ぜひねコメントいただければと思います。ウルトラはどうかな、出るか分かんないけど、であとですね、すでにね iPhone15 用のケースがね発売されております。これはちょっとねやばそうなんですけど、大丈夫かなこれはやっちゃってますね。これやっちゃってる完全に。ピタカのね、サイトなんですけども iPhone15 用のケースっていうのが出てまして、これから一応読み取れることが、いくつかありまして、iPhone15 のこの画面の部分があるんですけど、そこダイナミックアイランドになってました。はい、さっき見てもらったようにね、こうなるのかなっていう感じはしますけどね、わかんないですよ。名前に関しては、さっきの15ウルトラになるんじゃないかっていう話もあるんですけど、ページ見た感じはプロマックスみたいですね。15 Pro、プロマックス。iPhone15、15プラスみたいな、ラインナップはおそらく同じみたいです。あとよく見るとボタンが、新しくなっているように見える。このミュートボタンね、スイッチで今カチカチってやると思うんですけど、ここがボタンになるんで、アクションボタンっていうものがねなんか入るって言われてるんですけど、それのように見える。はい、あと最後ちょっと見えづらいんですけど、やっぱり USB-C みたいに見えますね。やっぱ端子はちょっとライトニングっぽくはない気がする。はいということで、皆さんどう思いますかね。これちょっと大丈夫なのかな、ぜひコメントいただければと思います。これサイトあるんで、 USB-C とかもほぼ確定とかって言われてまして、一応 iPhone15 のモデルにも入るんじゃないかっていうね、こういう画像みたいな、部品とかも結構出てきてるんで、おそらく全部 USB-C になると思いますけどね。細かい新機能的なところは以前の動画で結構全部まとめてますので、好評なのでぜひね見てもらえばさらに分かりやすいと思います。気になる人はね。であと価格に関しては、これめちゃめちゃ上がりそうだなっていうふうに言われておりますけど、ストレージが 256GB からになるんじゃないかって言われてたんですけども、でも128なんじゃないかっていうことがまた言われまして、ラインナップ同じなんじゃないかなと。価格に関してはね、以前話したところ$200ぐらい、値上げとかプロマックスとかに関しては言われてるんですけども、なんで15 Pro とかだとおそらく16万円ぐらい前後とか、プロマックスだと17、8万前後ぐらいになるんじゃないかなっていう、この試算がねなんとなくあるんですけども、これなんかおかしくなりそうですね。 iPhone15 がなんかね安く感じるんですよ。12万とかがおかしくなってきてるね。どうですか皆さん、この価格はどう思いますかね。コメントしていただければと思うんですけど、ただ一応朗報としては、この、プロマックスの値上げ額に関しては、税込み1万5,000円ぐらいに抑えられるんじゃないかっていう話もなんかあります。今ウォール・ストリート・ジャーナルの予想ではあるんですけど、 iPhone15 Pro シリーズの値上げは一律1万5,000円に収まるんじゃないかっていうねっていうところで、値段が高すぎるとなかなか、最初はねやっぱ話題で多少は売れるんですけど、どんどんやっぱ下がってくる、それの下がる率がすげえすごいんじゃないかっていうね、やっぱり iPhone15 を見送る人も結構増えるんじゃないかっていうね、試算をこのウォール・ストリート・ジャーナルはしてます。どこまでその許容できるかっていうねところなんですけど、皆さんどうですか、どこぐらいまで許容できますか。15万ぐらいでも正直高いなって思ったんですけど、僕は14 Pro でもね16万だったらちょっときついんじゃないかなと思いますけどね。普通は iPhone の台数自体売るのはちょっと難しいんで、単価をね上げて、その増収増益っていうね、アップル企業営利企業なんでもちろんっていう路線にしてるんですけど、それがちょっと行き過ぎると逆効果なんじゃないかっていうね気もするんでね、どうかなっていう気はします。発売時期についてなんですけども、これ発表あった通り日本時間9月13日、午前2時、発表日ですねになります。これも決まったんで、さすがにこれは出ると思います。 iPhone はね、一応 iPhone と、Apple Watch とか、シリーズ9ウルトラの第2世代とか、もしかしたら iPad とかも出るかもしれないって言われてます。詳しくは前回のね Apple イベントの動画で全部話してますので、どういったものが出るのかなみたいなこれでまとめてるので、これ非常に分かりやすいと思います。で今年もしかしたら発表会のこの次の日にアップルストアで現物が見えるんじゃないかっていう話もあります。これどういうことかと言いますと、いつも大体イベント発表して、予約開始が大体その週の金曜日とかなんで、そこからお店に実際の iPhone の実機が置かれるんですけども、今回は発表会終わった次の日にもうアップルストア行ったら iPhone15 あるみたいなっていうことがもしかしたら起こるかもってまして、なんで予約ねの段階の前段階でやっぱ実機が見えるっていうのは、結構それはいいんじゃないかなと思います。もしかしたらその予約ができるのかもしれないんですけど、実際新しいね Apple Watch とかは、去年とかはもうそのオンラインではすぐね予約できたんですよね。 iPhone は金曜日からだったんですけど、Apple Watch のそのアクセサリーとか、iPhone はもしかしたら展示されないかもしれないけど、 Apple Watch の新しいバンドとかね、いろいろそういうのはすぐ置かれるんじゃないかなと思ったりもしております。ということで皆さんはねどの製品が気になりますか、ぜひねコメントいただければと思います。僕は iPhone15、Pro かな、Pro Max、ちょっとどういう違いになるのかによってどっちを買おうかなって非常に今迷ってます。
どうかな。Apple Watch とかも、気になってはいるんですけど、おそらく来年の方がいいのかなっていう気はしてるんで、はい、10周年でね新しいモデルが出るって言われてます。Apple Watch このシリーズ9とかに関しても、どうなるのかみたいな新機能をねついてもちょっと話してますので、ぜひね見てもらえばと思います。あと今 iPhone 14 Pro もねどうなんですか、買った方がいいんですかとか結構聞かれるんで、これも動画で、レビュー動画で全部話してますので、ぜひねチェックしてもらえればと思います。ということでね、Apple 発表会楽しみでございますけど、来週ですもう、またいろいろ動画は出そうと思ってますので、ぜひこの動画良かったなと思ったら、高評価とね、チャンネル登録して、また続報をお待ちください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。またね。iPhone 楽しみだな。やっぱりイベントなんだかんだな。買うよ。どうせいろいろ買うよ。